実験大好きエメネウです。今回は自宅横の平面駐車場からアマチュア無線1年間楽しんでみました。その結果をね、簡単にご報告できればと思っております。アパマンをやってはいたんですけど、やっぱりテラスからアンテナ上げること自身がちょっと難しくなってきたと。で、あとね、やっぱりテラスからアンテナ上げるっていうのは結構制約がありましてね。本来ですとね、地上高の高いマンション、こういうところの方でしたらね、そこそこ飛ぶともお聞きするんですけど、私はちょっとね、2階、3階、そういうレベルでしたので、あまり地上高も期待できるような場所でもありませんでした。そういう結果でね、もうテラスにあるアンテナは1回撤収しまして、モービル運用するときの一番の問題っていうのが、モービルホイップの取り付け場所の確保、それと同時ケーブルの引き込み、でこれとね、また連動しますのが、無線機をね、動かすための電源の確保。これ結構大変じゃないかなと思います。やっぱりね、皆さん HF 含めて運用しようとしますとね、やっぱり結構な電力が必要になるっていうんですか。多分今ですと 50W ぐらいはね、やはり皆さん7メガ含めてHF で楽しもうと思うとね、やっぱ 50W はね、必要になるんじゃないかなと思いますので、どうしてもね、バッテリーから直取り出さないとね、よくライターのとこからですとね、とかヒューズボックスですとちょっと 15A も私はきついと思います。私はね、アンテナの方はこのような形でホイールのところにね、カチャカチャって固定するアンテナ、要は走行しておりませんのでね、こういう付け方を採用して非常にね、簡単になりました。あともう一つの方法がね、このような形でボンネットをね、開けて取り付ける方法。これですとね、10m の竿が固定できますので、3.5 メガまで短縮率 50% で楽しめましたので、結構いけたんじゃないかなと思います。当然ね、7メガ換算ですと 10m フルサイズですのでね、飛びはそこそこ期待できたんじゃないかなと思っております。で、車の電源につきましてもね、もう本当に土日休みの日しか出ませんので、なおかつ車はね、ほとんど乗りませんので、走行中の充電っていうのもほとんど期待できないような状態でしたので、ご覧のように 40A 相当のね、シールドバッテリー、これをもうベタ置きしてるだけです。車からはね、一切充電のための回路っていうのを組んでおりませんので、必ずね、休み明け、バッテリーを充電する必要はあるんですけど、重さが10キロぐらいでしたので、私もまだ10キロだったら持てましたので、とりあえずね、毎週このバッテリーを部屋に持ち歩いて充電して、で、週末下ろして無線機動かしているような形で運用を楽しんでおりました。このおかげでね、従来モービル運用にありましたアンテナの取り付け、同時ケーブルの引き込み、であと無線機への電源供給、で場合によりましたらね、走行中の無線機の稼働を考えますとね、取り付け場所の制約が相当あるとは思うんですけど、今回はね、この通り無線機も後部座席のポン置きしているだけですので、ね、本当にいつでも引っ越しができるような状態でアマチュア無線楽しむことができました。実際ね、よく運用してた周波数帯がやっぱり7メガでしょうか。本当にね、夏場でしたらね、ハイバンド21メガ、50メガ。で、場合によりましてはね、2メーターあたりにもね、結構ダクトを含めてね、600キロぐらいの QS は簡単にできましたので、結構いろいろと楽しめたんですけど、やっぱりシーズンオフの低になりますとね、やっぱり7メガが主体になりましたので、やはりね、7メガが運用できる、できない。これね、アマチュア無線化にとっては結構生命線じゃないかなとつくづく思ったような次第でございます。通常ですとね、やっぱり釣り竿の方は 5.5 メーターまででないと、ちょっと10メーターの釣り竿をね、長すぎるのかなっていうのでね、何回もこれね、動画でもお見せしたと思うんですけど、一応 5.5 メーターの釣り竿で7メガから通常ですと28ぐらいまで楽しんでおりました。で、50から上につきましてはね、このようなロータリーダイポールとか、2メーターはね、このような形の多段 GP。これ結構ね、アンテナ回さなくても済んでよかったんですけどね、この多段 GP アトリを使っておりました。実際やっぱりアマチュア無線やっておりまして、今の状況、当然皆さんね、アムログとかも使ってると思います。当然ね、ノート PC もね、必要になりますのでね、後部座席にこのような形で紙で作った机。これでね、ポン置きしてスペースを確保して、そこの方にパソコンを設置。通常ですとね、ハムログ立ち上げて、ログをね、つけてはいたんですけど、実際のところはね、もうやっぱり後半になりますと、コンディションも悪化してきましたので、やっぱり最新のデジタル通信、FT8 を中心にね、運用しておりました。やっぱり7メガでもね、20W から 50W ぐらいね、入れましてもね、やっぱりちょっとノイズが激しい時っていうのは SSB でも正直できつい時が結構あるっていうんですか。アンテナもそんなに良くなかったですので、
実際のところはね、このような形でダメな時にはもう潔く FT8 に移行して運用を楽しんでおりました。で、やっぱりね、FT8 っていうのは非常にね、面白くないし、楽しみかもしれないんですけどね、本当にね、ボタンを押すと自動で QSO をしていくので、味気が全然はないんですけど、取り急ぎはね、QSO を楽しむっていう最低ラインはね、クリアしてたんじゃないかなと思うんで、私自身は楽しんでた次第です。あともう一つね、このような形でやっぱりデジタルでインターネットの融合されたシステムですので、自分の電波がね、どこまで飛んでるのか、日本国内、海外含めて見れましたので、およその目安はつきましたので、これでだいぶね、まだまだ自分の電波はここまで飛んでたんや、みたいな形でね、そういう意味合いではね、本当にこのアンテナ自身ね、思った以上に飛んでるんだということをね、実感するような、そういうことがね、できたような次第になっております。アンテナの実験がしやすくなったっていうんですか。従来ですとね、マンションの部屋から外にアンテナの持ち出しとかがあったんですけど、実際ね、車のトランクっていうんですか、後部のところに積み込んでるアンテナを取り出して、素早く実験で終われば素早く戻すような形ですので、本当にね、気楽にアンテナの実験がいろいろとできたような感じです。アンテナの実験につきましてはね、正直なところなんですけど、自分が固定で運用して、その時はね、タワーは持ってはなかったんですけど、ルーフタワーっていうんですか、屋根の上に2メーターちょっとのタワーを上げてたんですけどね、大きな屋根馬ですよね。屋根の上にね、しがみついて必死になって実験してた時に比べますとね、このような駐車場、自分のね、ところの平面駐車場では場所の都合もあるので、ちょっとね、スーパーさんの端っこの方を曲がりしたりしてね、少しだけ実験をさせていただいたんですけどね、比較的ね、平面安全ですので、安全なところでね、実験楽しむことができました。取り急ぎはね、こんな形で1年間、アマチュア無線の運用で、あと実験ですよね。こういうことをね、繰り返しながら楽しんでいきましてね、個人的にはこういう運用形態もありじゃないかなと思っております。移動運用といえばね、世間としましては山の上に上がるっていうのがね、とか高いところに移動してっていうのがね、一つのスタンスだとは思うんですけど、私はね、ちょっとそこまでのパワーがなかなかなかったっていうんですか、本当に申し訳ございません、各局さん。私の場合はね、もう本当にやっぱり簡単な運用とやっぱり実験が好きみたいなんでね、できればね、そういう意味合いでこういう車に乗せて近くの駐車場のあるところに移動したときに、買い物ついてないんですけどね、買い物ついでに移動したようなときに、このようなね、運用していくっていうのもね、自分の体には合ってるんじゃないかなと思いました。やっぱアマチュア無線というのはね、本当にいろんな楽しみ方があるっていうんですか。私の運用の仕方もありますけど、当然いろんな方々、ね、皆さんDX 含めて、移動運用でももっとね、力の入った移動運用とかもいっぱいあると思いますので、ぜひともね、この辺は皆さん、アマチュア無線っていうのはいろんな角度で楽しめる趣味だと思いますので、ぜひともいろいろと模索していただければと思います。とりあえずね、1年間やった結果としましてはね、私的には意外と電波が飛んで、で、非常にお手軽だったっていうんですか。こういう形でね、今年また2年目の運用に入ってはいくんですけど、引き続き eSP 含めてコンディション良くなっている時期ですので、またね、アマチュア無線の楽しみ、そういうのをね、日々、また情報公開できていけばと思っております。引き続きね、ちょっとまだ実験の本もいろいろと残っている残験、なかなかね、ちょっと薬価をやれば何かが止まっての繰り返しになってるんですけど、引き続きアンテナの実験も続けていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。